では早速、UFN を、開きました。で、フィーチャーエグザンプルまで行って、アニメーションスターターというプロジェクトを開きましょう。アニメーションスターターは、エピックが、提供しているアニメーション関係の例ですかね、のプロジェクトなんで、それは、今回のデモにちょうどいいと思います。はい。クリエイトします。最初のところは数分はかかりますが、プロジェクトは作成してるからですね。毎回、起動するときに、もうパパッと数秒で開けます。今、プロジェクトを開いています。はい。で、様々な例がありますが、今回は、主に利用するものが、コンテントドロワーを開いたら、マネキンのメッシーズのところはね、FM マネキンっていうスケレタルメッシュ。スケレタルメッシュは簡単に言うと、まあ、動ける 3D メッシュで考えていただけたらと思います。で、そこがあって、で、その、タンプレートにしか、提供されてない、マネキンなので、最初試すときに必ずこのテンプレートにしてください。一旦、ルートに戻って、で、ここで、新しいフォルダを作って、モコピという、モコピ関係のファイルはここに、入ります。で、弊社の、リーチャード・グラハムという、ロンドンの社長の方が、作ってくれた、ドキュメンテーションなんですけど、それの中で、ごめんなさい、日本語版がまだないですけど、まあ、英語版だけで十分だと思います。で、その11目のポイントで、ダウンロードリンクがあって、で、ダウンロードするものは、FBX ファイルですね。で、その FBX ファイルは今落としたものを、インポートしようとしたら、ダウンロードの出てこないですね。じゃあ改めて、せっかくなんでダウンロードしましょう。はい。で、ダウンロードして、今ダウンロードしたものは、はい、出てきました。モコピマネキン .fbx を開いて、で、大事なのは、このスケレットのところは、デフォルトで場合によってノンになっていないんですね。そこがちゃんともう何もないノンにするのは、大事です。はい。インポートして、3つのファイルは出てきますね。一旦保存して、で、モコピのマネキンのスケレタルメッシュに、右クリックして、クリエイトのところで IK リーグ。IK っていうのは Inverse Kinematics というもので、まあ、難しそうな単語なんですけど、実はそうでもなく、まあ、アニメーションのやり方で考えていただけたらと思います。よくゲーム作りで使われている、単語です。で、そういった IK リッグを、はい、作成されまして、で、開いたら、まずは、Auto Create Retarget Chains をクリックして、で、その Inverse Kinematic の、自動作成もお願いすることしたら、一旦保存して、閉めて、で、今作られた IK を右クリックし、Create IK Retargeter を選ぶと、IK リターゲタを、作成されて、でそのリターゲタは、今、エピックのサイトから落とした、モコピのマネキンと、フォートナイトのキャラのマネキンを、簡単に言うと、まあ、位置とか、サイズとか、骨のところは、
若干違うところを、通訳してくれるところで考えていただけたらと思います。そこで、ターゲット i キリグアセットで、はい。フォートナイト FN のマネキンを選びます。で、オレンジのマネキンがフォートナイトのもので、デフォルトのキャラクターですね。で、グレーの、キャラクターはモコピのデフォルトの、スケレタルメッシュですね。はい。で、そうできたら、保存して、で、リターゲットを、Running リターゲットじゃなくて、Editing リターゲットポーズを選択した上に、オートアラインを、はい、選んで、保存したら、同じポーズをなりますね。これは一旦置いといて、で、今から、ライブリンクハブ。これで、準備しなきゃセットはこれで一旦終了です。モコピ側で。で、今から、ライブリンクハブ、エピックが提供している、センサーからの、データを、UFN に取り込むの、UFN の新機能ですね。で、使うには、ツールズを選択し、ライブリンクハブを選択してください。こうすると、はい、ライブリンクは出ました。で、ここは add ソースを選んで、モコピライブリンクを、create モコピソースを選ぶんですね。で、ここに、はい、出てきます。ってなったら、モコピのアプリで、ネットワークの設定で、まずは、このパソコンの V4 の IP を入れなきゃいけないですね。で、それをしてから、アプリ、iPhone かスマホのアプリから、配信したら、ここで、出てくるはずですね。はい。じゃあ、お願いします。はい。今、出てきました。で、緑になってるので、今は現在、モコピのアプリから、データをちゃんと配信されているということですね。ってなると、ここに、じゃあ、モコピのスケレトンと、一番最初に言ったフォートナイトのマネキンも両方入れて、まずはモコピのマネキンを選んで、ディテールズのところに、add 追加ボタンですね。選んで、ここにパフォーマーコンポーネントを、追加します。で、追加された、パフォーマーコンポーネントを、選んで、サブジェクトネームに、先ほど、ライブリンクハブで、追加したモコピスケレトンを選んだら、モコピのアプリから、センサーのデータが配信されます。で、きれいにモコピからデータが入って UEFN で動いてます。はい。で、モコピのアプリから、データを配信され、モコピのマネキンの、データを真似する、フォートナイトのマネキンも同じように動きます。だからポーズ取ったら、そして歩いたら、そういったデータは完全にフォートナイトのキャラクターにもできるようになります。はい、これで、モコピの設定は以上になります。今から、
実際のデモを、お見せしますが、このデモで、シーケンサーというものも実は使っていて、テイクレコーダーとか、そういったところを、利用することがあります。それ、シーケンサーと、テイクレコーダーの使い方に関しては、エピックの、サイトをご覧ください。では、一旦このプロジェクトを、保存してから、用意してあるモークアップ用のデモを開きます。今からお見せするレベルは、もう基本やってるものは今と全く一緒です。はい。で、以前、用意、した、プロジェクトを今開いて、今設定したものをと全く同じ感じで、モコピのマネキンと、フォートナイトの、マネキンと、そしてメタヒューマンですね。メタヒューマンは、また別の、チュートリアルになりますが、ウィンドウでメタヒューマンインポーターを選んで、作ったメタヒューマンか、それかすでにサンプルとして入ってある、メタヒューマンを追加すれば、同じ感じで、リターゲッターのコンポーネントを追加したら、メタヒューマンもモコピの、モークアップは使えるようになります。で、一旦、じゃあ、モコピの、データの配信を見せましょう。はい。で、それで、モコピのデータを配信されます。動いたら、モコピのマネキンの動きをコピーしている、メタヒューマンと、そしてフォートナイトのキャラクターも両方データを配信されますね。で、このレベルで、以前作ってある、モコピで作ったアニメーションをまずはお見せしましょう。見せるには、セッションをローンチしなきゃいけなくて、で、それは、フォートナイトのクライアントを立ち上げて、そこでそういったレベルを、島ですね。島を、開いてできるようになります。すでに、フォートナイト、やってる方は多分気づくと思うんですけど、本当に自分のキャラになりますし、普通にフォートナイトで動いてる感じですね。最初は数分だけかかります。はい。で、このステージがあって、先ほど作りましたメタヒューマンここにいて、デモには、この椅子に座ったら、コピーで作ったアニメーションは、フォートナイトのキャラクターに設定して、で、合わせてもうコピーだけじゃなくて、iOS のライブリンクフェイスのアプリを使って、キリンの顔の動きのアニメーションを作って、で、はい、例して終わりですね。簡単なフォートナイトのレベルです。で、今回は、モコピで、このメタヒューマンは、そのショーに邪魔してくるアニメーションを作りたいと思います。それには、一旦、はい、セッション終わりにして、はい。で、テイクリコーダーに、メタヒューマン、ユーリを追加して、
で、ここで、リコードしてたら、今からの動きを、保存されます。3、2、1。はい。で、そのパペットショーに邪魔してくるうざいメタヒューマンのアニメーションを簡単に作りましょう。はい、あと5秒くらいかな。はい、ありがとうございます。はい、止めて、保存して、はい。で、アップロードのボタン、押したら、プライベートの島のコードが表示されます。これは、PlayStation PC、他のなんか、フォートナイトクライアント、サポートしている、プラットフォームにアップロードして、プレイできるようになります。で、今は、プレステポータルですね。プレステ5配信して、プレステポータルで配信してて、で、作ったレベルはここに表示されます。それも、ゆりのメタヒューマンで、これは人形ですね。で、さっきの PC 版みたいに、ここで、はい、座ったら、ショーの上の邪魔してくるアニメーションも追加されます。そんな風に簡単にモコピからフォートナイトのクライアントまでアニメーションを作成できます。以上になります。ありがとうございます。